はい、どうも藤井です。 YMO 解散後の1980年代中盤から後半にかけての日本では、テクノポップ、ニューウェーブというジャンルは一般的には少し前の流行と思われていたのかもしれません。自分もギターバンドばかりを聴くようになり、徐々にテクノポップ系は聴かなくなっていきました。そんな中で当時から名前は知っていたけど、ちゃんと聞いたことのないアーティストがいくらかあって、今回はそんな聞きたいと思いつつ今まで聞いてこなかった80年代後半の日本のテクノポップ、ニューウェーブ系の作品を紹介します。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな CD やレコードを紹介しています。現在は80年代の日本と英国を中心にしていますが、徐々に範囲を広げていくつもりなのでよろしくお願いします。まずはこちら、ショコラータの、ショコラータです。ショコラータはボーカルの加野香織さんを中心に1982年に結成されたバンドで、結成当初はピンクの岡野はじめさん、渋谷秀弘さんも在籍していました。メンバーチェンジ後の1985年にこのアルバムでメジャーデビューしています。ショコラータの特徴は何といっても加野香織さんのボーカルで、多くの曲でイタリア語の歌詞を用い、カンツォーネ的歌唱法で歌われます。彼女は国立音楽大学の声楽科在学中にバンドを結成していて、このカンツォーネ、オペラ的な歌唱はかなり本格的なものです。楽曲的にもヨーロッパの伝統的な音楽を当時の最先端のサウンドでアレンジしたような印象で、これは今聴いても斬新で、曲によってはかなりアバンギャルドです。これ聴く前はヨーロッパ的なおしゃれなエレポップみたいなのを想像していたんですけど、実際は結構悪が強くって面白いですね。でしかし調べてみると、メジャーデビュー以前、岡野はじめ、渋谷秀弘在籍時はもうさらにアバンギャルドな演奏だったようですね。メジャー向けに聴きやすくなってこれみたいで、そう聞くと初期の音源も無償に聴いてみたくなりますね。ちなみにこのアルバムのプロデュースは、ムーンライダーズの白井亮明さんです。ショコラータは残念ながらこのアルバムを出した翌年1986年には解散しています。加野香織さんはその後ソロ活動の他にも、楽曲提供を多くされていて、特に女性アーティストへの、歌詞の提供が多いようですね。また近年ではアニソンの作詞なんかも、多く手掛けているようです。次はディップインザプールのテンパレッツ。ディップインザプールはボーカルの幸田美也子さんとキーボードの木村達志さんの2人組で1983年に結成されています。幸田美也子さんはファッションモデルとして活躍されていて、カリスマ的な人気の方だったみたいですね。自分はそういったことには疎いのですが、それでも幸田さんの写真を見てみると、この人かっていう感じで見覚えがありました。で、ディップインザプールですが、ほぼ英語の歌詞で歌われる、落ち着いたボーカルとクラシカルな要素のある空間を感じさせるバックトラックが特徴のエレクトロポップです。イギリスではラフトレードから、日本ではアルファムーンからの12インチシングルでデビューしています。当初から海外を視野に入れてというか、国内よりも海外需要の多い音楽性だったんでしょうね。このテンパレッツは1988年発表のセカンドアルバムということになるんですかね。初期作品がかなりアンビエント寄りだったのに対し、こちらでは若干ポップミュージック寄りになっているようです。とはいえこの作品も全体に、静筆で透明感のある世界観が広がっています。音の使い方が本当に美しくて、ずっと浸っていたい気持ちよさがありますね。ディップインザプールは1997年に幸田さんが女優業に専念するために活動休止しますが、2006年から活動を再開しています。近年ではアンビエントなポップミュージック、ドリームポップ的な観点から世界的に再評価の声が高くなっているようですね。
続いては詩少年のシンギングサーキット。詩少年はボーカルからベース、ギター、プログラミングとマルチにこなす戸田誠司さんを中心に1981年に結成されています。1983年にレコードデビューしてシングルを数枚発表した後、1985年に細野晴臣さんが設立したノンスタンダードレーベルに移籍してこのファーストアルバムシンギングサーキットを発表します。このアルバム一聴して思ったのは、楽曲のほとんどがビーチボーイズやビートルズなどの60年代ポップス、またはいわゆるソフトロックと言われるジャンルの曲へのオマージュ的な曲が多いなということ。サウンド的にはシンセを多用したシンセポップなんですけど、かなりサンプリング、編集的なアレンジも行われていて、85年にしては斬新だったんじゃないかなと思います。これを俯瞰で見てみると、大滝栄一さんなんかがやっていたこととフリッパーズギターなどの渋谷系の間にこの詩少年があるように思えます。かといってそのどちらとも違った80年代シンセポップサウンドでそれをやっているのが、とても面白いところですね。その後詩少年は86年にセカンドアルバムを発表、メンバー脱退などがあり1987年には活動を停止しています。戸田誠司さんはその後、詩少年末期にメンバーだった江原由紀子さん、これ現在のタレントのゆうさんですね。そのゆうさんと共にフェアチャイルドを結成。フェアチャイルド解散後はゲーム音楽やプロデューサーとして活躍しているようですね。はい、この3枚以前から聞いてみたいと思いつつ聞けてなくて、つい最近初めて聞いたものばかりなんですけど、聞く前は漠然とエレクトロポップ系のグループでどれも近い感じなのかなと思っていたのですが、もうそれぞれ全く違った個性を持った3組でした。それが三者三様、どれも全部よくってちょっと困っているくらいなんですよね。Deep in the Pool はそこそこ作品数があるんですけど、これも一通り聞いてみたい。ショコラータと詩少年はそれ自体の作品数は少ないんですが、メンバー特に加野香織さん、戸田誠司さんの関わったものはある程度聞いていきたい。でも結構な量がありそうなので、これまた後回しになっちゃうのかなと。しかしもっと掘って聞きたいと思える作品に出会えるのは幸せなことですよね。またこれらを聞いて思ったのは、90年代初めに流行する渋谷系、ピチカート5やフリッパーズギターが出てくる素地がこの80年代中頃のニューウェーブシーンにあったというか、調べてみたらピチカート5は詩少年と同じノンスタンダードレーベルからもう同時期にデビューしていました。完全に同族だったんですね。このあたり自分が知らなかっただけかもしれませんが、見過ごされている部分だなと思いました。細野さん、大滝さん、または YMO 周辺のニューウェーブと渋谷系ってかなり離れているイメージだったのですが、割と近くつながっている感じに思えてきました。はい、というわけで聞いてみたらもういろいろ発見があって、お気に入りのアーティスト、作品がもう一気に増えた今回の企画でした。ご視聴ありがとうございました。